今日はエビカツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、エビカツを作っていきたいと思います。エビをね、たっぷり入れて中がふわふわで柔らかい美味しいエビカツレシピをご紹介していきます。さらにですね、今回はこのエビカツにぴったりなソースレシピも一緒にご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。エビ、はんぺん、玉ねぎ、片栗粉、お醤油、お砂糖、塩コショウ、パン粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずエビなんですが、今回殻付きのエビを使用していきます。こちらむきエビだったり、あとは冷凍のむきエビを使っていただいても OK です。お好みのもので用意してください。そして今回ですね、少し玉ねぎも加えていきます。玉ねぎの食感が入ることで食感のアクセントになって美味しい仕上がりになります。そして味付けはとてもシンプルに醤油、お砂糖、塩コショウ、こちらの3つで行っていきます。こちらでちょっと洋風にしたい場合は顆粒のコンソメで味付けしていただいても OK です。それではソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、ケチャップ、牛乳、蜂蜜。今回はこちらの材料でオーロラソースを作っていきます。こちらね、今回蜂蜜を加えて甘みをつけていくんですが、もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。入れる加減はね、お好みで調整していただいて OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにソースから作っていきます。器にマヨネーズ、そしてケチャップ、あとは牛乳、そして蜂蜜を加えます。これをよく混ぜましょう。こちらはね、混ぜるだけで簡単にできるので、ぜひ一緒に作ってみてください。ここにね、黒胡椒を入れていただくと味のね、アクセントになって美味しいので、もしね、黒胡椒がお好きな方はね、ぜひ入れて作ってみてください。これでオーロラソースの完成です。こちらをこのようにしっかり混ぜておいてください。それでは続いてエビカツの具材を作っていきます。まずはじめに玉ねぎですね。こちらをみじん切りにしていきます。やりやすい方法でね、みじん切りにしてください。では切っていきます。玉ねぎはね、できるだけ細かめにね、みじん切りにしてください。そしたらこちらをボウルに入れましょう。そしてふんわりラップをかけて、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらね、やけどしないようにラップを外してください。結構ね、熱くなってるので注意しましょう。そしたらね、玉ねぎをこのように広げて、このままね、粗熱を取っておいてください。はい、こんな感じです。玉ねぎはね、粗熱を取る必要がありますので、必ず一番初めに温めて、このように広げて粗熱を取りましょう。それでは続いてエビのね、殻むきと、あとは背わた取りをしていきます。まずエビの殻を剥きます。殻を剥くときはこのね、足の部分をまずね、指で取っていただいて、あとはこんな感じでね、殻をめくるように取ってみてください。はい、そうするとね、こんな感じで簡単に殻が剥けます。尻尾の部分もちょっとね、爪でね、このように殻を割って、そしてくるっと取りましょう。ここまで来たら、あとは尻尾の部分を引っ張ります。そうすると簡単にこんな感じで取れます。では続いて背わた取りですね。まずこの背中の真ん中部分ですね。ここに包丁を使って切れ込みを入れてください。尻尾の部分までね、入れましょう。こうやって開くとこんな感じでちょっと黒っぽくなってるの分かりますかね。ここが背わたの部分になります。これが残ってるとね、すごく生臭くなるので、こちらは必ず取り除いてください。取り除く時はですね、こういった爪楊枝ですくってください。そうするとね、簡単に取れると思います。あとは引っ張りましょう。背わたはこのようにね、綺麗に取り除いてください。それではね、残りも同じように殻を剥いて、そして背わたをね、取っていきます。すでにね、むきエビとかはね、もう殻を剥く作業がないので、より簡単に作りたい場合はむきエビをね、使っていただくといいかなと思います。はい、じゃああとは背わたを取っていきます。
はい、すべてね、背わた取りが終わりました。そしたらね、今からエビの臭み取りをしていきます。こちら分量外です。まず片栗粉を入れてください。だいたい小さじ2杯ぐらいですね。続いてここに塩小さじ1/2分の1ぐらいです。そしてまずね、こちらをしっかり揉み込みます。馴染んだらお水を入れてください。そしてもう一度ね、しっかりとこのように揉み込みます。水はね、だいたい大さじ1から2ぐらいですね。はい、OK です。だいたい30秒から40秒ぐらいね、しっかりとこのように揉み込んでください。あとはこちらを水洗いします。はい、エビの下処理はこれで OK です。そしたらペーパーの上にエビを置いて、しっかりね、水分を拭き取ってください。はい、上からペーパーをかぶせて水分を拭き取ります。ここで水分が残っているとね、生臭さが残ったりするので、水分をしっかりね、拭き取ってください。はい、OK です。そしたら続いてこのエビを刻んでいきます。まずはね、適当に刻んでください。ちょっとね、小さめにね、刻むようにしてください。そうするとね、具材の馴染みが良くなります。ただ、エビのね、歯ごたえを結構残したい場合は、少し大きめにね、切っていただいても OK です。ただ、あんまり大きすぎるとね、はんぺんとの馴染みが悪くなるので注意してください。はい、OK です。このぐらいですね、細かめに刻んでください。そしたらね、ポリ袋を用意してください。この中にですね、まずはんぺんを入れます。そしたらこのはんぺんをね、潰してください。ぎゅーっと握ってね、潰していきましょう。結構ね、しっかりめに潰してください。はい、OK です。こんな感じでちょっとすり身っぽくなるまでね、握りつぶしてください。そしたらこの中に具材を入れていきます。まずここにエビですね。続いてここに粗熱を取って冷ました玉ねぎを入れます。そしてここに片栗粉、あとはお砂糖、そしてお醤油、あとは塩コショウですね、加えます。そして全部加えたらしっかりね、袋の中で揉み混ぜてください。このようにね、しっかり混ぜてください。今生地はこんな感じです。このようにきちんと混ぜましょう。それではね、形作っていきます。形作る時は手にね、具材がつかないように、このように手に軽くね、サラダ油を塗ってください。そしたらあとはね、お好みの大きさに形を整えます。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じように形を整えていきます。このように形を整えてください。今回の大きさなんですが、だいたい7、8センチぐらいのね、大きさにしてます。これで4個分です。こちらお弁当に入れるときはね、もう少し小さめにしていただいていいかなと思います。こちらは目安にしてみてください。それではね、パン粉をまぶしていきます。今回はね、バッタ液とかそういうものは使わなくて大丈夫です。なのですごくね、手軽にできると思います。これをこのままパン粉の上に乗せて、そして全体にね、しっかりパン粉をまぶしてください。結構ね、この具材自体に粘り気があるので、このように綺麗にね、パン粉がくっつきます。あとはね、形を整えてください。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じようにパン粉をつけていきます。はい、このようにパン粉をまぶして形を整えてください。それでは今から揚げていきます。それではフライパンまたは小鍋などを用意してください。そこからだいたい1センチほどの油を注ぎ入れます。はい、そして火にかけてください。今回は170度ぐらいの油で揚げていくので、それまでまず油を温めます。はい、適温になりました。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになっていれば OK です。そうしましたらこちらをですね、やけどしないように入れていきます。入れたらですね、あんまり動かさないようにまずこのまま揚げてください。入れてからね、すぐ動かしてしまうとパン粉が剥がれてしまいますので注意してください。ちょっとね、エビカツを入れると油の温度も下がってくるので、火加減は様子を見ながら調整してください。はい、1分ほど経ったら裏返しましょう。そうするとね、衣が剥がれにくくなります。そして裏返したらまた動かさずに揚げていきます。
たまにねパチパチ油跳ねしてくるので、やけどだけには十分に注意して揚げるようにしてください。はい。でまたね1分ぐらいしたら裏返します。あとはですね、両面いい揚げ色になるまで揚げていきましょう。はい、今ねトータルでだいたい5分ほど揚げました。このように表面がねカリッとしていい揚げ色になったら取り出してください。トータルでだいたいね5分から6分ぐらいですね揚げていただくといいかなと思います。はい、これでエビカツの完成です。あとはこのままね3分ほど油を切ってください。この揚げ時間に関しましては作る大きさによって変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してください。はい、これでエビカツの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じです。このようにねエビもたっぷり入ってとてもふわっとした仕上がりになってます。お好みでオーロラソースをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではねまずそのままいただきたいと思います。いただきます。エビがプリップリです。そしてはんぺんの部分がねすごくふわっと柔らかい仕上がりになってます。美味しい。では続いてオーロラソースをつけていただきたいと思います。いただきます。美味しい。オーロラソースと相性抜群です。あとね衣がすっごくサクサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエビカツのポイントです。まず使うエビに関してなんですが、今回私が使ってるのが殻付きのエビです。こちらバナメイエビというものを使ってるんですけれども、このエビに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。手軽に作りたい場合はむきエビまたは冷凍のむきエビを使っていただくといいかなと思います。そして殻付きのものを使う場合は必ず殻を剥いてからその後背わたをきちんと取るようにしてください。この背わたが残ってるとね臭みの原因になりますので注意していただけたらと思います。そして背わたを取り終わったら一度片栗粉、塩、お水こちらの3つで揉み込んでください。そうすることで臭みを取ることができます。その後はですねしっかり水分を拭き取るようにしてください。そしてエビを刻む時なんですが、今回私はねはんぺんとよく馴染むように細かめに刻んでます。もしエビのプリッとした食感を楽しみたい場合は少し大きめに切っていただいても OK です。そしてエビを刻み終わったらはんぺんをできるだけしっかりめに潰して、その後エビと玉ねぎあとは調味料を加えてしっかり揉み込んでください。そしてその後形作る時なんですが、そのままやるとね結構手にくっついてしまいますので、手に薄くサラダ油を塗っていただくと作業しやすくなると思います。今回私は 7,8 センチの大きさで4個作ってます。こちらの大きさと個数は目安にしていただけたらと思います。そして今回はですね具材が結構しっとりしているのでバッター液などはつけずにそのままパン粉をつけていただいて大丈夫です。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですねまずエビカツを入れて、エビカツを入れたらそのまま1分ほどは触らずに揚げるようにしてください。入れた後にねすぐひっくり返したり触ってしまうとパン粉が剥がれやすくなりますので注意していただけたらと思います。そして1分経ったら裏返して片面もそのまま1分ほど揚げてください。あとはですね全体にいい揚げ色がつくまでだいたい5分から6分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。そして今回は手作りのオーロラソースレシピもご紹介しました。こちらもねすごくエビカツに合うのでぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はエビカツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。